ちょっと以前の構成に挑戦してみます。それってコメント欄のご意見を受けてですよね。相変わらず右往左往してますね。模索中だから色々やってみるの。日本政府が中国人と韓国人の入国制限を課したのに対し、韓国政府は駐韓日本大使の富田氏を招致し、日本政府の決定を撤回するよう求めました。カン・ギョンファ外交部長官は、我が政府が世界的に認められている優れた貿易体系を通じてコロナ19を厳格に統制管理しているにもかかわらず、日本政府がこのような不当な措置を取ったことに対して深い遺憾の意を表す。しかも追加措置を自制することをその間数回促したにもかかわらず、十分な協議はもちろん事前通報もなしで措置を押し切ったことに対して外観を禁じることはできない、と強く抗議しました。韓国政府は国家安全保障会議常任委員会を開き、相互主義に立って相応の措置を検討する、と激高した反応を見せました。結局韓国政府は日本が取った措置と同様の措置を日本人に対して取ることを決定。9日0時から実施するとしています。一方で中国政府は冷静さをもって対応し、日本の入国政策の変更について国民に通達しました。中国は外務省の定例会見で、近年、流行の予防と管理を強化するために、一部の国では人の出入りに制限を設けている。民衆の健康と安全、地域及び世界の公衆衛生の安全を維持するために必要である限り、専門的、科学的、及び控えめな手段を理解する必要があります、と理解を示しています。さらに、中国は、関係国との協力を強化し、情報と経験を共有し、港での管理措置を強化し、検査と検疫を強化し、不必要な国境を越えた旅行を減らして、中国の流行状況と戦うために一生懸命努力しています。とも話しています。韓国メディアはノーコリアが102カ国に達し、世界の半分を超えたと報じています。編集所官。韓国のこうした反応には辟易としますね。まあ今の日韓関係を考えれば予想通りというところですが、韓国政府が言う通り、韓国が優れた貿易体系を有してウイルスを厳格に統制管理できるのであれば、こうした報復措置は不要なはず。韓国政府が冷静な対応をしていたのであれば、余裕のある国として称賛したかもしれません。毎日新聞が安倍政権が自らへの批判をかわすために中国と韓国に対して強硬な措置に出た、としていると韓国経済が引用している。一理あるかと思えるような気がするが、おそらくそうではないでしょう。この措置を講じるにあたって中国側とは十分な協議が行われたようです。習近平国家主席の訪日中止の発表のすぐ後だから。こうした対応が遅すぎるのは100も承知ですが、中国のメンツを立てるためには致し方がない。これは極めて難しい問題です。中国は厄介な国だから。両国は協力してコロナウイルスへの戦いに挑むとし、中国政府は日本政府の立場は十分に理解できるとしています。ではなぜ韓国政府はこうした反射的かつ感情的な対抗措置を取るのでしょうか。毎日新聞は安倍政権の政治的な理由と言っているそうですが、ムンジェイン政権も選挙を控えているという政治的な理由があるんです。ここで日本の措置だけを受け、報復をしなければ日本に対して甘いと言われ、自身の岩盤支持層を失う恐れがあるからです。しかしこれは諸刃の剣なのです。韓国政府は依然として中国人の入国制限を行わない。これは矛盾と言えるのではないでしょうか。中国は武漢以外収束傾向にあるから日本とは違う。中国は地方政府が独自に行っていて国家としては行っていないから。なるほど。ではオーストラリアはどうでしょう。先日韓国からの外国人に対して入国禁止措置を発表しました。オーストラリアも日本同様、事前の十分な協議なしにこうした措置を行いましたが、韓国は強い遺憾を表明しただけです。結局韓国は日本に対して感情的なだけであり、先手を取られたことに対して悔しい思いをしたに違いない。あれだけ反日をしていても、経済のために日本とも中国とも入国制限を設けずに耐え続けていたのです。日本政府の対応を、現状を把握せずに行った愚かなものと否定するだけなら理解できます。しかし激高して目には目を、歯には歯をではどうにもならない。改めて日本と韓国は共に手を取って歩めない相手だと感じます。日本と協力して新型肺炎に立ち向かうと 3.1 独立説の演説で宣言したムンジェインは、とてつもない恥をかかされたとして怒り狂ったのかもしれません。
非常に今更感があるんですけど。その通りですよ。春節のインバウンド、すなわち経済とオリンピック等々を両立させようとしてうまくいかなかったからこうして今になってツケを払っているんです。これってこの時期にやって効果的なんでしょうか？今の安倍政権の方針は効果が薄くても、経済的打撃を被ったとしても、可能なことはとことんやるという姿勢を見せることが今は何よりも重要なんですよ。ようやく、ですか？ええ。日本は中国や韓国のように戦争宣言はできないわけだけれども、ほら、表現の問題で、安倍首相の中では北海道が非常事態宣言を出した時に日本もそういう状態に突入したと自覚したんだと思います。最善のシナリオが崩壊して事前のになっているということじゃないんですか？ええ。でもこの次はいわゆる最悪の事態の入り口になるのでここで食い止めようと必死なんです。後がないんです。では春節の前に入国を完全遮断するというのは不可能だったということですか？今の日中関係では台湾やベトナムのような毅然とした態度は不可能ですね。いくらでも批判はあると思いますが、残念ながらこれが現実です。政府としては貿易のことだけ考えてという対応は不可能だったと思います。それにしても韓国政府の怒りようはすごいですね。毎回のことですけど。ムン・ジェイン大統領としては日中韓の3カ国で、これから協力してこの戦争を戦っていこうというところで、日本に裏切られたという意識が強いんでしょう。勝手に思い込んでおいて勝手に騒いでいるということですよね。日本もオーストラリア同様、韓国への扱いが雑だったんですよ。1週間ほど前にオーストラリアは、韓国は貿易先進国なので入国制限などの措置は必要ない、としていたんですが、今回急にはしごを外しましたからね。韓国としてはその雑な扱いにショックを受けているところで日本からもさらに雑な扱いのパンチを食らってしまったという状況で。韓国は事前の協議なしにと言っていますが、そういうことができる関係でもないですよね。今の日韓関係って。もう一つ韓国にとって大きな問題は、今回の件で主導権を持っているのが日本ということ。協力関係がないので日韓双方ではなくて日本だけが主導権を握っているんです。ということは、解除も韓国からはできないということですか？そうですよね。選挙のことや韓国の立場を考えるとできなさそうですね。主体性を持っていないということなんです。韓国が主体的にやっているのは中国からの入国制限はしないということだけ。それは主体性というより、ただ単にできないだけですよね。中国に対してできなかったから日本に対してもできなかったんですよね。そう、だから受け身の政治なんです。そこがあらわになったことも恥ずかしいところなんでしょう。韓国政府だって日本のように、中国に対して入国制限をかけたかったという面もあるでしょう。最後に、各国の対応に点数をつけてください。日本は5、いや、60。中国は初期対応は悲惨でしたけど、75。韓国は70かな。日本はそのくらいですか？初めてのこともあって後手に回っているからこのくらいが妥当でしょう。韓国はそれよりはマシと。MERSの経験の分でしょうね。テグ・キョンプクの封鎖ができていればもう少しだったかな。中国は一党独裁ということもあってやりたい放題なのでこのくらい。でも習近平は最前線から逃げましたよね。李克強に任せて。あれは自ら行くべきでしたね。ビビったんでしょう。それって言っちゃダメなやつじゃ。いいんですよ。別に中国人じゃないんだから。